法律の闇なんですけど、マイナス1トンとか普通の車やったら引っ張れるのに、こんな強靭な感じの車で引っ張れないっておかしいっすよね。うわ、やばい。はい、どうもこんにちは。ディーニピーチャーのトナピーです。こんにちは。はい、今回はね、このトーエースにヒッチメンバーをつけていきます。はい、このトーエースはね、牽引用に買いました。この車載トレーラーがあるんですけど、これを引っ張るように、買ってます。まだね、ヒッチメンバーがついてないので、今回ね、作っていきます。ハイエースとかだったら、ヒッチメンバーが売ってるんですよね。そのまま買ってきてつけたら OK なんですけど、こういうね、トラック系の車は、ヒッチメンバー売ってなくて、今回はね、作っていただきました。山広金属さんという金属加工の会社さんがあるんですけど、そちらで作っていただきました。なくてもいい。確かに。わあすごい、わあかっこいい。すごいですね、純正みたいな形。これビッチビチっすね。クリアランスっていうか、これないっすよね、ここ。すげえ。うわー、すごい。これ3本止めですか？ 3本止めです。上1本で下2本ですね。うわー、すげえ。もうガチガチっすね。これってあれですか、このフレームより太いんですか？こっちの一緒ぐらいですか？これとこれは一緒です。同じぐらいの太さぐらいですか？このブラケットあたりはもっと倍ぐらいの使ってます。すげえ。ああ、めっちゃいいっすね。これで牽引し放題ですね。はい、さっきのね、現場の映像から少しだけ、時間経ってるんですけど、ちょっと変わりました。ボルトね、初めは1、2、3、片方ね、3本止めだったんですけど、サイドにね、もう1本追加してもらってます。これですね。これで4箇所か。4箇所、左右合計8箇所ね、止めてもらってます。だいぶね、頑丈になりました。で、あとはね、追加でこれ作っていただきました。ステンの板を、多分レーザーですかね。レーザーで切って、こういう風に重なって作ってもらってます。むちゃくちゃ立体感あってかっこいいですね。山原金属さんに作っていただきました。TNP チャンネル。これをね、ここにこういう風につける感じですね。で、じゃあこれは後からつけるとして、で、あとはね、ここに、配線が、来るんですね。7メンバーつける配線がここに来るので、今からね、配線をやっていきます。なんかね、このカプラが抜けないんですよね。ここからね、電源取ろうと思ったんですけど、カプラがなんか抜けないですね。むちゃくちゃ硬いです。なんか特殊なやつなんですかね。全然抜けないですね。なんやろ、めっちゃ硬いです。まあ、20年前ですもんね。20年やったらさすがにちょっと固なってるんですかね。硬いというか固着してるんかな。おっしゃ。硬。何これ。どうなってるん。なんか違うんかな。でもこれっすよね。ここか、まあここっすよね。なんだろう。全然外れ。あ、いけたっす。いけた。勝った。めっちゃ時間かかったっす。20分ぐらいかかりました。じゃあこのままね、配線分岐していきます。ちょっと地味なんで多分飛ばします。はい、ハンダでやろうと思ったんですけど、今後ね、こうテールを変える予定なんで、ギボしてつけました。次のテールもね、すぐに、できるようにギボシにしました。で、配線なんですけど、ウインカーとかだけね、色変えようと思ったら太いのか細いのしかなくて、1.25 スケアと
0.2 しかなくて中途半端なんですけど、この 0.75 スケアの青色にしました。じゃあこのままね組み付けていきます。はい、完成しました。むちゃくちゃいい感じですね。文字かっこいいですね。配線はねほとんどこっちから取ってます。こっからですね。でウインカーだけ、こっから取ってます。こういう感じですね。ほんでね、今回ヒッチメンバーがねかなり高いんですよね。トーエースはもっと下にあったりとか、ハイエースはねもっともっと下にあります。多分ハイエースこの辺だと思うんですよね。ここ、ハイエースの時は、これが逆になります。ここにあるんで、ハイエース用のやつあるんですけど、これを使うんやったらこうなってるのをこうします。こうしてここを1回外してひっくり返せば、反対でも使えます。一応ね45っていうのが、基準なんですけど、若干ずれたりとか、あと荷物めっちゃ積んだらねちょっとずれるんで、これで調整してます。はい、いやかっこいいっすね。ちょっとね今塗装がこんな感じなんですけど、バッチリ決めたらめちゃくちゃかっこいいと思います。はい、でね、テールも変える予定なんで、バチバチ決まると思います。はい、じゃあ一回ね連結してみます。ちょっとねグリスあんまりついてないんですけど、仮付けなんでこのままね合体します。無事連結できました。すごいっすね。色めっちゃありますね。でこの連結の配線部分も、ちょうどっすね。ちょっと余裕あるぐらいです。いいっすね。やっと夢の牽引ですね。はい、夢っていうか3代目なんですけど、このトラックでね牽引車3代目なんですけど、今回はねダブルキャブなんでむちゃくちゃ使い勝手良さそうですね。初代の僕の牽引車がトーエースでシングルのやつ、むっちゃ大変やったんですよね。荷物はいっぱい乗るんですけどめっちゃ大変で、次はハイエースなんですけど、ハイエースが一番ね使い勝手はいいんですけど、死角が多くてちょっと見づらかったんですけど、今回のこのダブルキャブのやつは視界が結構見やすいんで、あとね匂い消つやつ、ガソリンとかね、後ろの外部に後ろの荷台にね置けるんで、それはね結構いいと思います。はい、無事ねヒッチメンバーついて950登録をしてきました。950登録っていうのは、牽引しますよっていうなんか登録みたいなのがあるんですね。記載変更なんですけど、それをしてきたんですけど、なんとねマックス重量取れなかったです。マジでと思いました。マックス重量っていうのはブレーキあり、トレーラーがブレーキありで1990キロで、ブレーキなしで750がマックスなんですけど、でこのトレースはブレーキありで1980キロでした。はい、10キロね足りなかったです。でもこれはねいけるんですよ。トレーラーが僕1800キロなんで10キロ足りなくても、ほぼマックスなんで問題ないです。問題ないんですけど、次ですね、ブレーキなしがなんとね270キロ、むちゃくちゃ低いです。めちゃくちゃ低い。と思ってめちゃくちゃショックでした。これは僕ね大きいトレーラー引っ張ってるんですけど、今後ね小さいトレーラーも引っ張ろうと思って、ジェットとかねちっちゃいトレーラーも引っ張っていこうと思ってたので、これはめっちゃショックっすね。ブレーキありなら、最悪ね950取れなくっても親子登録って言ってトレーラー側に登録をすれば、いけることもあります。なので心配してなかったんですけど、そのブレーキなしの方が多分親子登録できないですよね。分かんないですけど、だから270キロしかもう引っ張れないっていうことで、270キロのトレーラーってねほぼないんですよね。めっちゃちっちゃいおもちゃみたいなやつはあるかもしれないんですけど、普通のトレーラーやったらもうほぼないので、実質ねブレーキなしのトレーラーは引っ張れないですね。
めっちゃショックです。なんかね軽とか普通のちっちゃい車とかってもっと引っ張れるんですよ。だけどこのトーエースは引っ張れないですね。おかしいっすよねこれ、ほんまに。こんだけ強靭なフレームが入っててね、耐荷重すごい大入っててっていう感じなのにね、ショックっすねこれは。ちょっとこれからいっぱい引っ張っていこうと思ったんですけど、これやったら引っ張れないですね。9号登録の闇というか法律の闇なんですけど、僕トラックあります、もう1台。そっちがね2トン積みの、総重量4800とかのやつなんですよ。そっちは牽引可能重量がマイナス1000とかなってるんですよ。マイナス1トンとかだから、あっちはね親子登録して、なんとか引っ張ってるんですけど、もう1個のトラックはブレーキなしのトレーラーは0キロ以下なんで引っ張れないんですよ、向こうも。なんかおかしいですよね。普通の車やったら引っ張れるのに、こんな強靭な感じの車で引っ張れないっておかしいですよね。どう考えてももっといけそうな感じなんですけど、計算だとこうなりますという感じで。あとねこれブレーキありなんですけど、僕1980キロで10キロ足りませんでした。でこれねむちゃくちゃ惜しかったんですけど、牽引可能重量の計算式が重量が 1989.96 なんですよ。なんとね 4g 足りなくてマックス取れませんでした。いや 4g です4g ハイエースはマックス取れるんで、ほぼ同じなんで取れるんかなと思ってたら取れなかったですね。でもね現状は別に普通に引っ張れるんで、問題はないです。じゃああとね、ETC も、セットアップって言って牽引ありにしないとね反応しなくなるんで、次はね ETC を交換していきます。今ねもう ETC ついてるんですけど、牽引登録ありにセットアップし直さないといけないんですけど、で何回かね ETC 使ったんですけど、ちょっとカードがねなんか読み込みが怪しい時があって、でセットアップもねしないといけないんで、それやったらもうね新しいやつ買いました。セットアップ込みで7000円ぐらいでしたね。はい、安いやつ買ってます。でこっちはね牽引ありに、変えてもらってるので、これをつけていきます。でもこれ簡単ですね。 ETC の配線ここですね。ここから取ってるやつがあるので、このまま付け替えて交換して、で ETC の配線をこう伝わして、ここですね。で完成です。はい、無事つきました。さっきねここについてたんですけど、ちょっとずらしてこっち側に入れました。ここやったらねちょっと足当たるんで、ちょっとだけね左側にずらしました。 ETC カードを入れてください。 OK です。そうや、ちなみにねETC って名義変わるごとにセットアップ毎回必要みたいですね。みんなやってないと思うんですけど、本来はセットアップというか名義変更みたいなのがいるみたいですね。みんなやってないですよねやってないですけど本来はいるみたいです。はい、鈴鹿着きました。100キロぐらい走ったんですけど、特にね異常はなかったです。はい、よかったです。あと気になった点がね、ちょっとパワーないなと思ったのと、あと前がね軽いんですかね。トラックが軽いんでちょっと不安定だったかなと思いましたという感じです。特に大きな不満とかはなかったんですけど、あとあれか、このミラーがね結構小さくてちょっと見にくかったですね。このミラーはまた大きくしようと思います。うわ、やばい、ギリギリっすね。めっちゃギリギリっす。まだね45度ぐらいかな。45よりちょっといってるぐらいなんですけど、めちゃめちゃ当たりそうですね。50度ぐらい切ったらね当たりかけます。これ課題ですね。もうちょい切れるようにしないと曲がれないんで、なんか考えます。うわーマジで最悪や。
これ普通に曲がっただけなんですよ。今普通に曲がっただけなんですけど当たってますね。あかんか、バックじゃなくて普通にね直進しながら前傾でハンドル切って曲がったら当たりましたね。あかんのか。マジかよ。引っ張ってる方が切り角ありすぎて前切りして曲がったら当たるんですね。最悪っすね。また考えないと、どうにかして考えないと当たるっすよね。これもう変えようないですよね。だってこれこう伸ばしても、このヒッチこう伸ばしてもこれがこうずれるだけで当たりますもんね。だからここっすね。ここを下げないと当たるんですよね。いやバックの時はね気をつけるんですけど、直進でも当たるんですね。だからやっぱこのトラックめっちゃ切れるんですね。あれ傷がないっすね。当たった傷がないっすね。奇跡的に色一緒。青青黒黒奇跡的に色一緒なんで傷がないっすね。ついてないです。ついてないというかむちゃくちゃ今当たったんですけど傷入ってなかったです。